はい、では戻ってきたらね、お宝を使って、まずは黒の炉とガルドルテーブルアップグレードしましょうか。金属切断機ですね。これで黒の炉を改良することができます。せっかくなんで下を置いておきます。はい。で、黒の炉がレベル4になって、これでですね、新しい宝石をね、使ったクラフトが解禁されますね。で、もう一つ、この宝石カッター。これも黒の炉をアップグレードできるアップデートクラフトですね。よいしょ。これで黒の炉をレベル5まで上げることができます。で、あとはバルキリーの素材ですね。で、最後にバルキリーの素材とアスクウィンのトロフィー。これをね、使ってガルドのテーブルをアップグレードさせます。ガルドルのテーブルはレベル4がマックスですね。はい、それではね、アップグレードも終わったところで、宝石を使って作れるようになった灰の地の杖、そして武器たち。こちらの方をね、ざーっと紹介していこうかなと思います。はい、それでは灰の地で入手できる武器について解説していこうと思います。まず灰の地で入手できる近接系の武器ですね。あとね、石弓とか弓とかもそうなんですけど、3種類に強化することができます。先ほど砦を攻略して獲得した秘宝ですね。赤、青、緑、その3色の宝石があったと思うんですけど、あれを使用することによってね、1つの武器種につき3つのうちどれかに強化することが可能ですね。それぞれの武器種強化できるのはこの3色で、付与できる効果も一緒です。片手剣をね例に挙げて説明すると、まずは赤ですね。赤色の宝石を使って強化した場合、血濡れのニーズヘックということで、これはね一番シンプルですね。体力を失うごとに与えるダメージが 0.2% 上昇ということで、体力減ってれば敵に与えるダメージも大きいっていう武器になります。結構ね使いどころが難しい玄人向けの強化になると思いますかね。で、次、雷鳴のニーズヘックですね。これは雷属性が付与されることと、あとはですね、効果適用チャンス 25% ということで、4発に1回ぐらいはこの雷属性が発動するよっていう武器ですね。雷属性敵に与えるとどんな感じになるか、ちょっと試してみましょうか。はい、今雷の効果発動したんですけど、追加でねダメージを与えてくれてるのがわかると思います。こんな感じで4発に1回ぐらい雷の追撃ダメージが入るので、タコスが試してた中ではもうこの青色の強化が敵にダメージを与えるっていう点では一番優秀だと思いますね。次はですね、緑色の宝石を使って強化した場合、原初のニーズヘックというね緑色の武器に強化できます。緑色の強化をした場合、毒属性がつくのとプラス効果適用チャンス 20% ということで、5発に1回ぐらいの確率で敵をね一定時間行動不能にすることができますね。どんな感じかというと、はい、今効果発動してるんですけど、敵の周りにねなんか木のツタみたいなのが絡まって動いてないですよね。こんな感じで一定時間の間敵を拘束することが可能になる強化がこの緑色の強化ですね。多分ね近接であんまり使うのは難しいと思うんですけど、例えばね遠距離の弓矢とか使ってもらうと遠距離からね敵を拘束することも可能になるので、結構楽しいかなと思いますね。さて以上が武器の強化に関する解説でした。で、次はですね、新しく追加された灰の地の武器をね一つずつ見ていきます。まずは新しく追加された武器種ですね。デュアルアックスとでも言いましょうか、斧でございます。で、名前がベルセルクルアクスですね。モーション見ていきましょうか。こんな感じですね。
最後の5撃6撃目が威力が高いんですけど振りが遅くなるというね、そんな感じの武器ですね。結構ね威力も高くて大骨さえ使えればゴリ押しでね肺の地の敵も倒すことが可能ですね。結構ねタコスも気に入って使ってるので、肺の地の装備を作る際はぜひ候補の一つに入れてみてください。であとはですね、もうすでにある武器種ですね。メイスが遠近のメイス、特にモーション等は変わってません。で次が大剣ですね。スレイヤーソード、これも特に変わってないですね。ただ結構見た目的に刃がでかくてタコスは結構好きですね。かっこいい。でお次は槍ですね。槍がスプリトニールということで普通の槍ですね。こんな感じでございます。特にモーション等の変更はないですね。でお次が石弓ですね。烈火の石弓ということで、灰の地で作れる新しい石弓ですね。で最後が弓、灰の牙。はい、こんな感じです。ドラグルの牙と違って一番最初に毒の効果はついてないんですけど、強化すればね、緑色に強化すれば毒はつきますね。これが灰の地で作れる弓です。で今紹介した武器種全てこの3種類にね強化可能なので、自分がね付与したい効果を選んで3種類のね宝石を使って好みの武器に強化してみましょう。さてお次が残りのね紹介していない灰の地装備の解説になります。まずは魔法使い装備見てみましょうか。魔法使い装備ね、灰の地で作れる装備はエンブラ装備になります。前回のね霧の地で作れる装備と比べてセットで揃えるとエイトルのね回復速度がプラス 115% になりますね。プラス 15% 上がりました。で新しく追加されたポーションですね。これが持続健康蜂蜜酒と持続エイトル蜂蜜酒ということで、時間とともに回復するエイトルの回復量とか体力の回復量、これをね 25% 上げてくれます。ただこれを使うと普通のエイトルのポーションとか体力ポーションは使えないので、どちらを使うかは皆さんのね好みに合わせて使ってみてください。持続エイトル飲んでおきましょうか。でここから新しく追加された杖ですね、紹介していきましょう。まずは赤雷の杖。はい、こんな感じです。見たら分かる通りですね、銃みたいな形をしてますね。で放つとこんな感じですね。ショットガンみたいな感じです。遠くから撃つと3発ぐらいしか当たらないんですけど、至近距離から撃つと結構ね当たりますね。そんな感じでショットガンみたいな使い方で敵を攻撃できるのがこの赤雷の杖ですね。はい、お次がですね破砕の杖ですね。使ってみましょう。はい、前回のね霧の地だった火の杖に着弾地点にちっちゃい火の玉飛ばすみたいな、そんな感じの杖ですね。魔法使いねあんまり使わないんでちょっと分かんないんですけど、面白い装備じゃないでしょうかね。で次がですね風の杖です。風の杖を使うとはい、こんな感じでねツタを召喚できますね。ツタを召喚できるプラス、このツタは敵を発見すると、自動でね攻撃してくれます。はい、こんな感じですね。でこの武器ですね地味に毒属性がついてるので、攻撃を当てると敵がね毒になります。ツタのね攻撃は多分毒ダメージ入らないんですけど、一番最初のこの一発目の攻撃だけ当てると敵に毒ダメージが入りますね。敵に毒を入れれておまけにツタで攻撃もしてくれる、これもね結構面白い
杖なんじゃないでしょうか。はい、では次ですね。最後の杖です。最後に紹介する杖はトロルの杖です。おそらくこの灰の地装備、魔法使い装備の武器の中で一番の目玉武器と言っても過言ではございません。エイトルの使用量が120、そして体力も 60% 使うんですが、とてつもない破壊力になります。ではちょっとね、ここでは使えないので灰の地に行って試してみましょうか。はい、それではね、灰の地にやってきました。早速ね、この杖を使ってみましょう。イデオトロル。はい、隕石の爆発とともになんとね、トロルを呼び出すことが可能です。ですがこのトロル、普通のトロルよりも強く、地獄からね呼び出されたトロルになりますね。まあ敵としてね呼び出されるので、いろんなモブと敵対してくれるんですが、もちろんですね、この召喚者自身、自分自身も狙ってきます。それがねすごいデメリットなんですけど、ただね見てください。この召喚されたトロルめちゃめちゃ強いです。その強いトロルがもう1体ね呼び出すことが可能で、合計2体呼び出すことが可能ですね。やられてもですね、また呼び出すことが可能なので、非常に優秀なモブとして召喚することが可能ですね。自分自身を狙ってしまうことが弱点なんですけど、まあかなりね強いモブとして召喚できるので、魔法使いの方はねおそらく必須装備になるかなとは思いますね。ただ取り扱い注意として、もし拠点で使ってしまったらこいつがですね拠点内で暴れ回ることになるので、拠点の被害が甚大ではございません。なので拠点では絶対に使わないように注意しましょう。それでは魔法使い装備紹介が終わったところで、新しく作れる防具とマントそれぞれね紹介していきましょう。まずはアスク装備ですね。重量装備ほどアーマー値高くないんですけど、移動速度のマイナスがつきません。まあ新しいトロル装備みたいな感じで思ってもらったら大丈夫ですね。残念ながらセット効果つかないんですが、次のねこのアスクスビンのマント、これもね新しく作れます。でこのマントの効果は回避スタミナがマイナス 15% つきますね。回避する時のスタミナが 15% つくんですけど、それプラス実は隠された効果があって、今右上のマップで風向き表示されてるんですけど、まあ船漕ぐのと一緒みたいに追い風の時に走ったり歩いたりするとめちゃめちゃ速く走れます。普通の歩きで結構速いんですが、走るとさらに速いですね。ってな感じで隠された効果で風を受けると速く走れるっていうね機能がついた素晴らしいマントですね。これがアスクスビンのマントです。まあ向かい風になると普通の走りの速度と同じになってしまうんですけど、追い風だったらかなり速く走れますね。いや面白いですねこれ。ちなみにねフェンリル装備でこのマントをつけて追い風の状態で走れば、はいかなり速いですね。めちゃめちゃ速く移動できるんで、まあ探索用装備として使う場合はこのマント非常におすすめですね。はい、では攻略装備紹介終わったところで、次はね栽培、そして灰の地における建築、襲撃、この3つをね解説していこうと思います。まずは新しく植えることができるこのハイトリカズラってやつですね。これ植えることによってブドウが入手できるんですけど、まあ普通に植えるとはいこんな感じでふにゃってなります。ふにゃってなるんですけど、この近くにですね木の壁、まあ何でもいいです。壁であれば何でもいいんですけど、壁をね置くとですね、はい健康的って出ますね。こんな感じでブドウは近くにね壁がないと成長することができません。ここからですねブドウがなっていくんですけど、結構高くまでツタは伸びるので、
できればね3段4段ぐらい壁を設置してあげたらブドウはねすくすくと育っていきます。はい、1日経つとこんな感じでね成長してますね。見事にねブドウがなってます。でこのまんまツタがどんどん上に上がってくるよーっていう感じですね。まあこのブドウなんですけど灰の地で結構手に入るので栽培必要ないかなとは思うんですが、ただねよく取れるんですけど灰の地の食事でよく消費するので、まあできればね栽培しといた方がいいですね。はい、それでは灰の地で気をつけることとして建築について解説していこうと思います。灰の地ですね、普通に建築していると上からね火の粉が降ってきて家が焼かれます。これ今この状況なんですけど、上から火の粉がちょろちょろと降ってきてますね。ただ灰の地の天候ってめちゃめちゃ荒れることがあって、はい、暗くなって今ね嵐が来てます。で嵐が来るともうまさにね火の粉がめちゃめちゃ降り注いで、この火の粉がですね建築物に当たると、はい、こんな感じでね焼けていきます。はい、今屋根が破壊されましたね。こんな感じで簡単にね木材建築だと焼けてしまって、今ね作業台も燃えてますね。簡単にね破壊されて、で落ちる材料はね炭になります。でこの現象はですねポータルも同様に起こって、今ねポータル燃えてますね。はい、今ねポータルが燃え尽くされました。もう上質な木もね炭になって、ドワーフの目と核は無事なんですけど上質な木はね炭になっちゃいましたね。っていう感じでアッシュランドの天候によっては火の粉がねものすごく激しく降り注ぐので、なかなか安全に建築するのは難しいですね。ただそこでこの灰の地の火の粉から守ってくれる装置、それがねこのシールド発生装置です。これですねちょっとバグってまして、遠近を追加ってなってるんですけど、骨編でいけます。今焼け焦げた骨使ってるんですけど、まあ骨編でも大丈夫です。これをね設置するとこんな感じでバリアが張れます。でバリアを張ってる状態で火の粉がね降り注いできてもバリアがね防いでくれます。はい、こんな感じでねガンガンと防いでってくれますね。これ火の粉はもちろんのこと、まあ、敵のね弓矢とかもね防いでくれます。ただあまりにも攻撃が激しいとこのシールド発生装置のね骨編の消費量が増えてゼロになっちゃうとシールドが壊れちゃうので、そこだけね注意しましょう。ただ防げるのはあくまで遠距離攻撃だけなんで、敵はね普通に入ってきます。なので万能なねシールドではないんですが、遠距離からの攻撃も防げて、なおかつね火の粉を安全に防げるので、もし灰の地で建築とか絶対に壊されたくないポータルを建てたい場合はこのシールド発生装置を持っていくのがおすすめですね。はい、そしてアップデートでですね新しく追加されたこの遠近を使った鉄柱ですね、これが追加されました。でこれを使うと一応溶岩の上でもね建築が可能ってことです。はい、今溶岩の上ですが眠ることが可能ですね。こんな感じで溶岩の上でも建築できるので、建築勢の方腕の見せ所じゃないでしょうか。では最後にですね、灰の地攻略で起こる襲撃について解説していきましょう。灰の地で起こる襲撃2種類ですね。骸骨どもが襲ってくるパターンと、もう一つ骸骨のスポナーが自分の周りに出現する、この2種類の襲撃がありますね。まず1種類目体験してみましょうか。はい、アンデッドの部隊が前進するという襲撃ですね。さあどんなものか体験していきましょう。普通のね灰の地の敵が、襲ってくるって感じですかね。
はい、襲撃終わりましたね。まあ普通の灰の地歩いてたら遭遇する骸骨どもが襲ってくるというイベントなので、まあこれはね、起こったらめんどくさいんですけど、まあまだ対処できるかなと思います。次ですね。次の襲撃がすごくめんどくさいですね。死者が呼び出されたというね、謎の襲撃になります。これ今見てもらったら分かる通り、スポナーですね。黒い骸骨たちのスポナーが1箇所2箇所確認できるだけで2箇所出現してますね。そうです、この襲撃ね、なんとですね、骸骨のスポナーがどのバイオームであろうと出現します。これがですね、まあおそらく一番やばい襲撃、死者が呼び出されたですね。まあおそらく拠点判定がないと起こらない襲撃だと思うんですが、まあそれでもね、皆さんが作ってる畑とかでもまあおそらくね、拠点判定あると思うんで、もしかしたらこの襲撃起こる可能性十分あります。まあおそらくこの襲撃はストーリー襲撃ではなくランダムで起こる襲撃なので、まあいつでも起こる可能性がありますね。で、この襲撃の怖いところはですね、襲撃が終わってもこのスポナーが破壊されないということです。なので襲撃が終わってもこのスポナーを壊さないと敵がね無限に出てきちゃいます。非常にねめんどくさい襲撃ですね。で、襲撃中にスポナーを壊したとしてもまたね復活するので、必ず襲撃が終わってからスポナーは破壊するようにしましょう。はい、以上がですね灰の地攻略後編でございます。いや、なかなかね灰の地攻略難しいと思うんですけど、まあ一応ねタコスの配信の方でノーデスで新しい武器を作るところまでは全然いけたので、まあもし歩き方がわからないなっていう方はそちらの配信ちょくちょくと見てもらえればわかるかなとは思います。さて、それでは最後にですね、ボスについて少しだけ解説してみようと思います。先ほどね砦を攻略してる時に見つけたこの水煙ののロケーション、そこの場所に行くとボスをね召喚するためのアイテムが必要ですね。そのアイテムっていうのは砦を壊したところに手に入るこの鐘の破片、これ3つで作れる、はい鐘ですね。この鐘を3つ祭壇に捧げることで水煙の王とね戦うことが可能です。まあ水煙の王どんな強さなのか、そしてどんな姿なのか、それはね皆さん是非ね召喚して自分の目で確認してみてください。さて、以上でこの動画終わりでございます。まだ紹介してない隠し要素等々あるのですが、まあそれもね後々紹介していこうと思ってるので、是非ね皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。